今回は参議院の後編です。前回は試験に出やすい選挙制度の話だったね。専門家や地域の代表を集めようって話、覚えてるかな？47都道府県あるけど、5区っていうのが2つあるから、全国45の選挙区で選ばれるんだよね。比例代表では個人の名前か政党の名前を書くんだよね。ちゃんと定着できてるのは偉い。でも参議院はまだ148人と100人で、議員数がシンプルだけど衆議院の方は覚えられないよ。書き間違えちゃいそう。右上からぐるっと半時計回りに9876って書いちゃうといいよ。衆議院と参議院どっちも比例の方が人数が少ないっていうのもポイントね。これなら何回か書けばすぐ覚えられそう。でもこうやって見ると衆議院の人数の方がかなり多いね。確かに半分くらいの人数しかいないのに、これで本当に意見が通るのかな？実はそんな参議院に意味があるのか、参議院の存在意義についてが今回のお題だよ。そこまでひどいこと言ってないよ。そんなこと言っちゃっていいの？実はね、戦後に参議院ができて約80年が経過したんだけど、衆議院に比べて参議院は本当に必要なのっていうことは言われ続けていたんだ。確かに前回芸能人がいっぱい立候補してるとか、過疎化のせいで島根と鳥取が1個の選挙区になっちゃったとか、そういう風になってたよね。そうなの。この任制の意味や役割については様々な学校で出題されてるよ。2023年豊島ヶ丘女子学園中学校でも次のような問題が出てる。これね。内容は後でもう一度見上げるから安心してね。どう？このボリューム感。同じ学校でこんなにいっぱい出るの？それだけ大事なポイントってこと。社会の何を学んでほしいか、そういう学校側からのメッセージが入試問題には込められているよ。受験する学校に合わせて最終的にブラッシュアップするとして、とりあえずは基本的なところをみっちりめに解説するね。基本って言っても毎回すごい量だけどね。国会ではいろんなことを話し合います。例えば予算。具体的には国が1年間何にお金を使うか、どんなことをするかっていう計画や法律、外国との取り決めである条約を決めること、あとは首相を誰にするのかも話し合います。まず衆議院で話し合って、最後はその中で多数決を取る。そうすると与党の意見が通るよね。で、同じ議題について同じように参議院でも話し合って多数決を取る。与党って人数が多い政党のことだよね。参議院には与党ってないの？与党っていうのは首相や大臣を出して内閣を支えている政党のことだから、2025年7月現在は自民党と公明党が与党です。逆に内閣に加わらない他の党を全部まとめて野党って言います。いろんな意見を出しやすくするために同じ議題を別々のグループで話し合うんだよね。そうだよ。でもそうすると結論が違ってしまうことがあるよね。衆議院では OK だったのに参議院ではダメだったとか。お父さんとお母さんの意見が分かれるやつだね。飛び火が怖いから兄弟みんなでそーっと離れることにしてるよ。国会ではそんな時にもさらに話し合いです。ここは多数決じゃないんだね。話し合いのルールについては日本国憲法にちゃんと書いてある。うちも作ろうかな。家族憲法。あらかじめこういうふうに話し合うっていうルールを決めておくのがいいのかもね。国会の場合はね、話し合う内容別にそれぞれ違ったルールがあるんだ。例えば予算について、条約について、首相の選出について、この3つの場合は衆議院と参議院から10人ずつ出てきて、両院協議会で必ず話し合いを行うよ。必ずなんだね。もし話し合いで決まらなかったら、その場合は衆議院が賛成した方の意見が優先されるよ。衆議院と参議院において力が強いのが衆議院の方なんだ。衆議院の優越っていう。そもそも人数も多いしね。国会って法律も決めるよね。それは違うルールなの？法律については両院協議会の位置づけが違っていてね。やりたかったのやってもいいよっていう位置づけなんだ。これも憲法に書いてある。ここだね。妨げないって書いてある。やりたかったらやってもいいよだなんて。本当にどっちでもいいんだね。実際にやらなかったこともあるよ。2000年代には
ねじれ国会って言って、野党が参議院の多数派になっていたことが2回、それぞれ2年間あったんだ。この時、法案が何度か否決されているんだけど、両院協議会は一度もなかった。衆議院でもう一度話し合って、3分の2以上賛成だった場合は可決っていうルールが実行されたんだ。それって結局衆議院の意見が通っただけってことでしょ？参議院の意味ってあった？それがね、実際ちゃんと機能したんだよ。2000年代にあった1回目のねじれ国会は衆議院で3分の2以上を与党が占めてた。だからこの時は今挙げた例の通り、衆議院でもう1回採決をすれば法案が決まった。でも問題はその後の2回目。もしかして与党の衆議院の議席数が少なかったとか？そっか。そうしたらもう一度話し合って3分の2以上賛成だったら OK っていうルール使えないもんね。鋭いね。その読み通りのことが起きたのよ。みんなが生まれる少し前にね。与党の人数が衆議院で3分の2を下回っていたから法案を出しても通らない可能性が高かった。なかなか法案を出すことすらできず、出した法案についても野党案を丸飲みしないといけなかったり、予算に関わる法案を通す代わりに衆議院を解散させる条件を野党から突きつけられて、それを受け入れることになったりした。参議院の結論が影響する手前の時点ですでに影響があったってことだね。事例で言うとね、この時期に子供のいる家庭にお金を配る子供手当を行ったんだけど、ばらまきになるって野党に批判されちゃって、それを続ける法案を出すこと自体を断念した。牽制パンチが効いてる感じだね。法案が通りづらい以外にもあるの？ねじれ国会。特に参議院の方が野党が多数派になる場合は参議院の方が質問が多くなる傾向があるよ。例えば2011年の予算に関するやり取りでは参議院の方では 1.5 倍の質問がありました。そりゃやる気出てくるもんね。実はやる気の問題じゃなくて、これもルールの問題なの。話し合いをどうやって運営するかの細かいところ。例えば質疑応答のルールなんかね。それらは毎回与党と野党の話し合いで決めるんだ。この時の力関係が重要よ。ねじれていない。つまり与党が衆議院と参議院の両院で多数派の場合、参議院の話し合い運営の主導権も与党が握ることになる。すると政府・与党側が話し合いをコントロールしやすいルールにしたいよね。ルールを作るときには自分の有利な方にしたいもんね。でもねじれ国会の場合、参議院では野党が多数派だから話し合い運営の主導権を握っているのも与党ではなくて野党になる。すると野党の要求するルールが通りやすくなる。それがどうして質問の数に影響するの？それを説明するいい言葉。それが片道方式、往復方式、正真正銘テストに出ません。先生めっちゃ生き生きしてる。テストに出ないこと誇る先生初めて見た。この言葉は法律用語ではないし、報道や実際の国会などで使われるだけの通称。たくさんの人が議会で質問するから、それぞれの持ち時間が決まっていて、それをどう測るのかっていう話ね。片道往復っていうのは、質問者から政府へ質問が行って、政府から答弁が返ってくるっていう一連の流れのどこからどこまでを測るかっていうことを直感的に表現した言葉なんだ。片道方式っていうのは、行きの質問の時間だけを測る。それに対して往復方式は、行きの質問と帰りの答弁の両方の時間を測る。その時間の測り方と質問回数に関係があるんだね。いまいちピンとこないけど。もともと往復方式は衆議院で一般的に採用されている方式でね、政府の答弁が長引くとどうなるかな？次に質問したいことがあっても時間に入れてできなくなっちゃう。そう。政府や与党側が話し合いをコントロールしやすくなる。だらだら答えを長く話して時間切れを狙うことだってできちゃいるのか。ずるい。対して政府を追及しやすいのが片道方式だよ。議員の質問時間のみをカウントするから、政府がどれだけ長く答弁しても議員の持ち時間は減らない。持ち時間を丸々自分の質問だけに使えるので、たっぷり質問することができる。なるほど。聞きたいこと簡潔に話せば、たくさん質問できちゃいるね。じゃあ、ねじれ国会が解消されたら質問が減って意見が通らなくなるってこと？ねじれが解消されて、与党が衆参両院で多数派となれば、
確かに参議院の話し合いルール決めの主導権も与党になるよね。審議をコントロールしやすい往復方式にルールを戻すことが多くなる。ほら、やっぱり。でもそんな時だってバンバン追及するのが野党の役割だよ。政府に長々と答弁させないよう質問を工夫するのも一つ。あとは短い質問を連発するんじゃなく、一つのテーマについて要点を絞ってじっくりと質疑を行ったりね。質問の数が増えたり減ったりっていうのはやる気の上下の話ではなくて、ルールの下でそれぞれの議員が戦略的に行動した結果と言えるね。なんだか裏話って感じでワクワクするね。ただ参議院で野党が多数派だった時期って戦後すぐを除くと3回しかないんだ。基本的にほとんどの場合は衆議院と参議院は与党、つまり自民党単独もしくは自民党の連立政権が多数派を占めてる。法律を出す際は自民党の中で話し合ってから提出するので、法案が否決されることはめったにない。せっかく任意制にしたのに。そのメリットはね、法案を通すかどうかだけじゃないところにちゃんとあるよ。まず話し合いの段階で意見が取り入れられたりすることはもちろん、与党が出した法案が可決されるときに付帯決議っていうものをつけられる。法律を運用する際に気をつけてほしいことや将来見直ししますよなどの注意書きをつけること。衆議院の法律が自由に使われるわけじゃなくて、ちゃんと注意書きに気をつけながら運用されるようになる。参議院ではこの付帯決議が多くつけられることがある。長期的な視野を持って専門家の意見を取り入れるってことだね。具体的な例を一つ挙げると、2018年に可決した働き方改革法案があるよ。これは長時間労働を制限したり、同じ仕事をしているのであれば、正社員の人も派遣社員の人も同じ給料にしましょうっていうことを決めたりする法律。でも、この法律の中では、一部の収入が高いとされる働き方をする人については、自由な働き方ができるっていう名目で残業の上限がないってされてたんだ。それが残業規制の抜け穴になってしまうリスクがあった。収入が高いと長く残業しなきゃいけなくなるなんて。そういう不安が当然出たよ。野党がそこを強く批判したの。特に参議院で強い議論があった結果、与党と野党合同で47項目っていう異例の数の付帯決議が決まった。衆議院では12項目で、これは与党だけが決めたのに比べると、参議院でどれだけの議論がされたかっていうことの表れって言えるよね。そういった点で参議院はただの衆議院のコピーではなくて、独自の機能を果たすことがあるって言えるのです。ルールだけじゃなくって、そのルールの運用の仕方も大事だもんね。4倍も注意書きが出せるなんて、きっとたくさん話し合ったんだね。じゃあ、今までの内容を踏まえて、豊島ヶ丘女子学園の問題を解いてみましょう。1問目は次の4つの順番です。1、衆議院で過半数の賛成で可決される。2、衆議院で3分の2以上の賛成で可決される。3、衆議院で議決された法案が参議院へ送られる。4、両院協議会が開かれる。今やったからこれわかるよ。まず衆議院で可決した後、参議院に送られるんだよね。4の両院協議会があるってことは、参議院で否決されたんだ。だから両院協議会が行われたんだけど、そこでの調整がうまくいかなくて、もう一度衆議院に行って3分の2以上で可決するんだよね。大正解。2問目に行きましょう。任制である理由の中で間違っているものです。1、国民の様々な意見をできるだけ広く反映させることができるから。2、一つの議員が決めたことを他の議員がさらに検討することで審議を慎重に行えるから。3、一つの議員の行き過ぎを抑えたり足りないところを補ったりできるから。4、効率的に審議することができるので政策決定が迅速に行えるから。1は参議院の基本理念だね。都道府県別や全国の比例代表とか衆議院と違う選び方をしてる。2も合ってるよ。それぞれで議論するから、一方で賛成された時ももう一方で否決されることもあるんだ。3も同じことだよね。4は違うよね。お互いに議論することが大事で、スピード感は求めてないよ。だから4が間違ってる。よくできました。最後の問題です。これも間違っているものを選んでください。1、法案は内閣か国会議員が作成し、衆議院、参議院どちらに先に提出しても構わない。2、本会議で出席議員の過半数の賛成により可決される。3、
衆議院と参議院で異なる議決をした場合、必ず両院協議会を開かなければならない。4、可決・成立した法律は天皇が公布する。1は合ってるんじゃないかな。法律はどっちを先でもよかったと思う。2も合ってるよね。半分の人が賛成したら可決されるよ。3は違うね。必ず開かなければならないってわけじゃなかったよ。法律については開かれてないって言ってたし。その通りです。よく覚えていたね。4は合っています。今回は省略したけど、法律の公布は天皇のお仕事の一つです。参議院は解散がなく、6年間の任期をほぼ確実に過ごすことになります。そのルールを生かしてじっくり話し合おうとする仕組みがあります。それが参議院調査会です。そんなの聞いたことないよ。この調査会は1986年から運用が始まったんだ。調査会では国の将来に関わるような重要なテーマに対して党の対立などを超えて3年間じっくりと調査して議論をするよ。2025年現在は外交や安全保障、国民生活や経済、エネルギーに関する3つの調査会があります。この調査会がきっかけで作られて成立した最も有名な法案が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律、いわゆる DV 防止法。DV ってドメスティックバイオレンスの略ね。日本では配偶者や恋人など親密な関係性にあるまたはあったものから振るわれる暴力っていう意味で使用されることが多いよ。結婚している相手の暴力から被害者を守るための法律を作ったんだ。例えば、暴力を加えている相手が被害者に近づかないようにする、居場所を知られないようにするなどして被害者を守ることを法律に盛り込みました。これは共生社会、誰もがお互いを尊重して支え合い認め合う社会を作っていこうって考える調査会の中で、女性に対する暴力が大きな問題であるっていう認識が示されたことがスタートライン。専門的な検討を行うため、女性を暴力から守る活動を行っていた団体の関係者や弁護士、大学の先生、関係省庁などを呼んで、現状や専門知識の情報収集を行いました。参議院の役目そのものって感じだね。この調査会の議論の中で、結婚している相手からの暴力は重大な人権侵害であり、現状の法律では十分な保護ができないから、新しい法律が必要だって議論が行われた。この新しい法律には、加害者から被害者を守るためのルールが様々盛り込まれたんだ。安全確保として困った時に相談できる支援センターやシェルター。これは逃げて生活するための場所ね。これを作ること。加害者にもう二度とそういうことをさせないようにするためのプログラムの立ち上げなどなど。ってことは、今までそういうルールがなかったってこと？ DV 被害者を保護するための専門の法律ができたのはこの時が初めてなんだよ。この調査会は1998年に設立されて約2年間の調査を行った。その後、法律を作るためのプロジェクトチームが作られた。1年かけて法律案をまとめ、その法律は2001年4月4日に参議院で全会一致、全員が賛成して可決されたんだ。その後衆議院で4月6日に同じく全員が賛成して可決して成立しました。調査に2年、法律案に1年ってことは3年もかかったんだ。そうだよ。調査会から法律までに結びついた例はあんまり多くないけど、参議院の機能を高める制度だって評価されてるんだ。政党間の対立を超えて、長期的な観点で議論を行ったことなどなど、参議院に求められていた役割をしっかり果たしている事例だね。よかった。民生にしたいって戦後の政府が粘ったことがちゃんと機能しているんだね。7月に参議院選挙が行われます。今与党が衆議院で過半数を下回ってる。今度の参議院選挙で過半数割れの事態になるとさあ大変。さらに意見が取りづらくなってしまう。与党である自民党と公明党にとっては絶対に負けられない選挙よ。もちろん逆もそう。野党にとっては自民党を追い込める大チャンス。見えない火花がバッチバチに飛んでるんだね。一票がその後の日本の動きを左右する重要な選挙であることは間違いなし。ぜひ投票所にお父さんやお母さんと行ってみたり、特集のニュース番組や新聞をチェックしてみよう。選挙の日ってうちじゃなぜか投票行って外食するんで。いいなぁ。懐かしいわその話題。一足先に私たちもご飯に行っちゃおうか。やったー。